特別な日に食べるケーキもいいけど、結局何でもない日に食べるケーキがいっちゃん美味しいよね。というわけで今回は自分を食べ放題に招き入れたことを後悔させたいなと久々に思いましたので、自由が丘にあるダロワイヤの食べ放題にやってまいりました。こちらが詳細ですね。70分食べ放題の60分ラストオーダーで一度に2つまでケーキを取ることができます。そして料金は3600円ですね。ケーキ以外にもこういったジェラートとか、あとマカロンなんかも取ることができます。ケーキの種類はその日によって結構変わったりすることがあるみたいなんですけれども、今回お伺いした時はこのようなラインナップとなっておりました。陳列棚がもうね、ジュエリーショップみたいになってましたね。そしてこちらに信号機みたいに並べられているのがマカロンですね。こういうお上品なお店に来ることめったにないので、どういう顔すればいいか正直ちょっとわからなくなっちゃいましたね。ちなみに食べ放題のルールについては、店員さんがね、一人一人こう回って説明してくださるんですけれども、自分の座ったところが結構端の方でしたので、店員さんが来るのを今待ってる図ですね。お水はちなみにセルフサービスとかではなくついでくださるタイプなので、とりあえずね、食べ放題前のお水をしばいております。説明をね一通り受けたので、早速ケーキとそれからマカロンですね、1巡目取ってきました。それでは早速いただきますということで、1つ目に食べていくのがモンブランです。こんな形のモンブラン私は見たことなかったですね。どっから切ろうってなんならちょっと困っちゃいましたからね。こんなねアビスの異物みたいなモンブランをまずは一口食べているんですけれども、マロンペーストの濃厚さがもう段違いでしたね。舌触りがすんごく滑らかで、もういくらでもいけちゃうようなモンブランでした。上にはね渋皮栗の甘露煮が乗っていたりとか、さらにその上にね金箔乗っちゃってるんですよね。いや、なかなかにどしがたいモンブランでした。中にはシャンティークリームとそれからヘーゼルナッツが入っているようで、滑らかな口当たりの中にあるかすかな食感がたまらなかったです。お次に食べるのがプティシャトーです。結構他の方の動画を見ていて、ダロワイヨのケーキのフィルムの取る難易度めちゃくちゃ高いっていうのを結構見ていたので、覚悟を決めて行ってはいたんですけれども、まあ全然取れなかったです。冗談抜きでね1分間くらい格闘しましたね。正直私のね一口で食べるサイズで言ったら二口くらいでいけちゃうくらいのサイズ感ではあるんですけれども、やっぱ上品なケーキってねしっかりと味わいたいなっていうことで、こちらのケーキとかねもう4口でいかせていただいておりますよ。はい、飲み物もねオーダー制なので、こちらアイスコーヒー頼みました。ミルクとかお砂糖とかも聞かれたのでね、アイスコーヒーにミルクをねこう注いでいっておりますね。ミルクがそれ専用の容器で運ばれてくるっていうのもね、なんだか久しぶりにした体験でしたね。時間帯も結構食べ放題区切られているんですけれども、自分が参加したのが3時半でしたので、コーヒーは1杯までっていうのをね心の中で決めておりました。こちらのケーキなんですけれども、ジェノワーズ生地にバニラムースとイチゴのジュレを重ねたシャンティー仕上げのケーキらしいです。このケーキのね説明書きを読んでいた時にまず思ったのが、カタカナが多い。あまりのおしゃれ文字の多さにねもう目が潰れてしまうんじゃないかと思いましたね。でもすごく食べやすくて美味しいケーキでした。ちなみにこちらのマカロンね、味がクリームソーダらしいです。もう一口サイズだったので、いくら高級とはいえどね、これをちょっと何口もかけて食べるのはあれだと思ったので、そのままいっちゃったんですけど、なんかすごく濃厚な口当たりで美味しかったです。そしてこちらが2巡目のケーキとマカロンですね。はい、今まででね一番おしゃれなケーキたちを回しております。3つ目食べていくのがトロワショコラです。名前の通りね3種のチョコレートを存分に楽しめちゃうっていうようなケーキですね。こちらもフィルムがピッタピタのピタだったのでね、なかなか取るの苦戦しました。今まで不二家のケーキ食べ放題とか行くときナイフ使ったことないんですけど、ここでまさかね初めましてするとは思いませんでしたね。こちらのケーキね、なかなかにお上品なチョコレートだなっていうようなそんなケーキでした。こちらのケーキもね確か上に金粉乗っているっていうような感じなんですけど、スタンダードで金粉乗ってるケーキってなかなかですよね。このマインクラフトのブロックみたいなケーキも美味しくいただくことができました。お次にいただくのがフロマージュフレです。フレってなんぞって思ったんですけど、どうやらね生チーズのことらしいですね。なので新鮮さがちょっとね売りっぽい感じですね。これちなみに土台の方に何か入ってたんですけど、なんかビスケットっぽい感じで食感があって美味しかったです。ただねケーキと一緒に食べるっていうのがねなかなかに難しくて別個で食べておりました。
不二家のケーキ食べ放題行く時とかね、毎回結構食べ方に苦戦してるんですけど、ダロワイヨのケーキたちはねまた違ったレベルですよね。不二家のケーキがジェンガだとしたら、ダロワイヨのケーキはカイジに出てくる鉄骨渡りくらいのハラハラ感あります。こちらのマカロンが確かいちごミルクだったと思うんですけれども、なかなか美味しかったです。この調子でねどんどん食べていきます。3週目はね、このなんかエイジャの石石みたいなケーキと、もうダロワイヨの定番中の定番のケーキですね。お次に食べるのがエイジャの石石もといフレーズクールです。色味が鮮やかですごいお上品なケーキですよね。これ周りがグラサージュとかですかね。それで中にねいちごのムースとかも入ってて、結構ねいちご尽くしなそんなケーキでした。これいくつか食べたら多分もう今年はいちご狩り行かなくていいんじゃないかなって思います。そしてこちらが噂に聞くオペラです。こちらもねなかなかフィルムがぴったりでしたね。上のチョコがね結構パキパキのパキっていうような感じで食感があって美味しかったです。それでいてチョコレートもねめちゃくちゃ濃厚でたまらなかったですね。自分小学校の時にチョコレート食べ過ぎて鼻血が出たっていうようなね伝説残してるので、まあそれくらいチョコが大好きっていうね、はい、そんなチョコ好きさんも大満足できるようなのがこのオペラケーキでした。そしてこちらのマカロンが確かレモン風味のやつでしたね。シトロンっていうやつだったかと思います。こちらね柑橘系の風味がすごくこう口の中に広がって美味しかったです。やはりね食べ放題してる方とかが結構いたので、あんまりがっつかないでねこう人の流れを見ながら撮らせていただきました。この調子でまだ食べていきます。お次がねジェラートたちですね。こちらも食べ放題対象なので食べていきます。今食べてるのがバニーユっていうジェラートです。まあ集まるところはバニラですね。はい、美味しかったです。もう見てわかると思うんですけど、なかなかこうねスプーンで切り離せない、そんなね濃厚さも兼ね備えておりました。そしてこちらが抹茶です。抹茶もねすごくこうお茶の苦味といいますか、そんな風味もしっかりあってとても美味しかったです。こちらもオーダー制のものになってまして、1回で2つまでオーダーすることができます。なんだかんだねこの時点でもうほぼ全てのケーキを食べ終わってしまったので、もう 2週目っていうんですかね、食べていきます。こちらが食べ放題限定のケーキとなります。ケーキといってもねなんて言うんでしょう、フィナンシェみたいなやつとホイップとそれからジャムだのコンポートみたいなのが乗ってるっていうような感じでした。ケーキと比べたらね結構さっぱりはしていたんですけれども、まあお口直し的な感じで楽しむことができました。はい、ここでモンブランまた2巡目ですね。はい、鋭い眼光を燃やしてますけれども、結構ね最初にあったケーキからさらにまたね別で追加されたりとかっていうのもあったので、店員さんの動向とかをねもうハイエナのようにこう逐一観察しておりました。決してね誰かに喧嘩売ってるわけではないのでご安心くださいませ。最初はそれこそねもう高級ケーキをねお上品に楽しもうっていうような気持ちで言ってたんですけれども、もう2週目となってはねもう内なる野生が解き放たれますよね。そんなの気にせずガンガン食べていきました。そしてこちらが確かチョコレートのマカロンだったかと思います。なんでどれもマカロンちょっと曖昧かっていうと特にね書いてないんですよね。で多分店員さんも聞いたら教えてはくれると思うんですけど、もう勘です。そしてこちらが、次に頼んだケーキですね。これねさっき撮った動画を確認してて、やべ最初の方に頼んだラインナップとほぼ丸かぶりじゃんっていうことでねちょっと後悔しました。というわけでオペラ食べていきます。ここからはねもう正直ちょっと消化試合みたいなところはありましたよね。最初の方に陳列されていたケーキとかは特にこうなくなってしまうっていうことはまずないかと思います。今ちょっとねこう鼻が出てしまってるんですけど、基本的になくなったとしてもすぐにねまた店員さんが補充しにやってきてくれるっていうような感じです。こちらがねエイジャの石石の断面ですね。そしてそれを撮影してる時の顔がこんな感じです。温度差がやばいですね。はい、こちらはねもう二口で食べさせていただきますよ。周りのグループとかを見るとママ友さんっていうような感じだったりとか、女性のこう友達同士とかカップルとかで来てる人が結構多い印象でしたね。はい、そんな感じでね次なるケーキを取ってきました。ちょっと新しいケーキがやってまいりましたね。こちらも食べ放題限定のケーキです。上にねなんかチェスで使われるようなコマのチョコレートが乗ってましたね。こちらきっと歴史へっていうケーキ
だと思います。食べ放題限定ケーキとしてホールとかでしか買えないようなケーキのカットとかがね出されたりするっていうのもありましたね。こちらねもうオペラとは比べ物にならないくらいの濃厚さで大変美味しかったです。もうなんならねこればっか正直食べていたいっていう感じでした。はい、さっきのね鋭い眼光を飛ばしてた理由がわかるかと思います。はい、そしてねまたプティシャトーを食べていきます。はい、さっきねお客様の層とかをこう話してたとは思うんですけど、男一人で来てる人は自分一人でした。ありがとうございました。なかなかね場違い感みたいなのをね少し感じはしたんですけれども、そんなの気にしてる暇もなかったですね。はい、今ちょっと目パキってたんですけど、今追加でねレモンティーを頼みました。血糖値上がってね結構熱くなってきちゃったのでアイスレモンティーですね、確かこのタイミングで頼みましたね。ダロワイヨのケーキたちなんですけれども、サイズ感のこともあるとは思うんですけれども、食べ放題終わった後のねこう胃もたれしてる感じっていうんですかね、ずしってくる感じが通常のこう他のケーキの食べ放題のところと比べるとそんなになかった感じはしますね。はい、というわけでねこの調子でどんどん食べていきます。ジェラートのおかわりですね。さっき言ったよりね血糖値上がってなかなかに熱くなってきたので、アイスティーとそれからこちらがですねジャージーミルクのジェラートです。こちらもまたねすごくすくった時に濃厚さを感じられるようなジェラートでしたね。こちらめちゃくちゃミルキーで大変美味しかったです。そしてこちらがショコラです。ジェラートがねもうどれもこれもねすんごいその味の濃厚さを感じることができるやつらでしたね。はい、そんなこんなでね時間が残り10分くらいとなってしまいましたね。ただ平日っていうこともあったので店員さんだいたい 2,3 人とかですかね。で配膳であったりとか、あと片したりとかで、それから食べ放題のご対応とかもされてたので、それで食べ放題のケーキはね店員さんに取ってもらうような感じなので、タイミングを見ながら取っていただくっていうような感じになるので、ちょっと様子見してましたね。はい、歴史絵ケーキがねラス1でしたので、こちらまた取らせていただきました。上に乗っているチョコレートが今度はねちょっと違うやつでしたね。それこそチェスの盤っていうんですかねを模したようなチョコレートでした。いやしかしこのチョコの濃厚さはね本当にたまんなかったですね。そしてまたまたねフロマージュフレを頼ませていただきました。もう残り時間ねわずかとなっているところで、どれだけあと食べれるかっていうところの最後のもう部活動をやっている学生のような追い込みかけてますね。私ねチーズケーキ結構好きなので、この食べ放題限定ケーキを除いた中で言ったらこれが一番美味しかったですかね。アイスレモンティー芝居でね最後のケーキを取っていきました。もう一度トロワショコラを取ったのと、それからコクシネルっていうこちらもまたねホールケーキの、カットケーキっていうんですかねが出されてたので、こちら取らせていただきました。こちら元の形はねテントウムシを模したケーキらしいですね。なのでね幸せを胃袋に届けてもらえたような気分になっちゃいました。はい、そして最後がトロワショコラですね。こちらで今回締めさせていただきました。いや今回のねダロワイユのケーキ食べ放題本当に満足のいくものでしたね。多分周りのお客さんからすごくドン引きされるレベルで見られてたかとは思いますが、こちらの食べ放題非常にお得なのでね皆さん行かれることをぜひおすすめいたします。今回ねこれだけ食べることができました。というわけでごちそうさまでした。ということで高評価、チャンネル登録を押していただけましたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。